こんにちは、ツインレイルームへようこそ。本日のテーマはツインレイとソウルメイトの違いについてです。この動画では、ツインレイとソウルメイトの基本的な概念や、それぞれの関係の特徴、そしてこれらの関係をどのように見分け、深めていくかについて詳しく解説します。それでは、早速始めましょう。ツインレイとは、一つの魂が二つに分かれ、それぞれが異なる体で存在する状態を指します。この概念は非常に深くスピリチュアルなものであり、ツインレイ同士の関係は鏡のようなものであると言われています。ツインレイはお互いに自己の本質を映し出し、深い愛情と強烈なエネルギーを伴う関係です。ツインレイの関係は非常に稀であり、一生に一度出会うかどうかと言われるほど特別なものです。この出会いは、魂の成長と進化のための大きなステップを意味します。ツインレイ同士が出会うと、強烈な引力を感じ、その関係は非常に深い絆で結ばれます。しかし、その道のりは必ずしも平坦ではなく、多くの挑戦と学びを伴います。ツインレイの関係の特徴としては、互いに非常に強い感情を抱くこと、そしてお互いの存在が自己の内面を深く見つめ直すきっかけとなることが挙げられます。ツインレイは、自己の成長と覚醒を促進するための鏡の役割を果たします。この関係を通じて、私たちは自己の真実の姿を見つめ直し、より高次の自己へと成長していくのです。ソウルメイトとは、私たちの魂の旅の中で出会う、特別なつながりを持つ存在を指します。ソウルメイトは、過去世で何度も関わりを持ったことがあり、そのために現在でも深いつながりを感じることができます。ソウルメイトとの関係は、ツインレイの関係とは異なり、必ずしも1対1ではありません。私たちの人生には複数のソウルメイトが存在し、それぞれが異なる役割を果たします。ソウルメイトとの関係は、深い理解と共感に基づいています。彼らは私たちの人生の重要な局面で現れ、共に学び、成長するためのパートナーです。ソウルメイトは、友人や家族、恋人など、様々な形で私たちの人生に関与し、私たちをサポートしてくれます。ソウルメイトとの関係は、非常に穏やかで安定したものです。ツインレイの関係が劇的で激しいものであるのに対し、ソウルメイトの関係は安心感と調和に満ちています。彼らは、私たちの人生の中で安定した基盤を提供し、困難な時期には支えとなる存在です。ツインレイとソウルメイトの違い。ツインレイとソウルメイトの違いは、まずその関係の性質と目的にあります。ツインレイの関係は、非常に強烈で劇的なものです。これは、一つの魂が二つに分かれているため、お互いに引き合う力が非常に強いからです。ツインレイは、自己の成長と覚醒を促進するための存在であり、その関係は挑戦に満ちています。一方、ソウルメイトの関係は、より穏やかで安定したものです。ソウルメイトは、私たちが人生の中で学び、成長するためのパートナーであり、その関係は深い理解と共感に基づいています。ソウルメイトとの関係は安定感と安心感を提供し、私たちが困難な時期を乗り越えるためのサポートとなります。また、ツインレイとソウルメイトの関係は、その数にも違いがあります。ツインレイは、一生に一度出会うかどうかという非常に稀な存在ですが、ソウルメイトは複数存在し、私たちの人生の様々な局面で登場します。ツインレイとソウルメイトの関係の見分け方。ツインレイとソウルメイトの関係を見分けるためには、いくつかのポイントを考慮することが重要です。まず、関係の強度と性質を観察することです。ツインレイの関係は非常に強烈で劇的なものであり、しばしば強い引力と同時に深い葛藤や挑戦が伴います。ツインレイ同士は互いに強い感情を抱き、その関係は魂の成長と覚醒を促進するためのものであることが多いです。一
穏やかで安定したものです。ソウルメイトとの関係は深い理解と共感に基づいており、安心感と調和に満ちています。ソウルメイトは私たちの人生の中で安定した基盤を提供し、困難な時期には支えとなる存在です。また、ツインレイとソウルメイトの関係を見分けるためには、関係の持続性と深さも考慮する必要があります。ツインレイの関係は、一生に一度出会うかどうかという非常に稀なものであり、その関係は非常に深い絆で結ばれています。一方、ソウルメイトの関係は複数存在し、私たちの人生の様々な局面で登場します。ツインレイとソウルメイトの関係を深めるための方法。ツインレイとソウルメイトの関係を深めるためには、いくつかの重要なポイントがあります。まず、オープンなコミュニケーションを維持することです。これにより、互いに深い絆を築き、関係を豊かにすることができます。ツインレイとソウルメイトの関係は、自己の成長と覚醒を促進するためのものであり、そのためにはオープンで正直なコミュニケーションが不可欠です。次に、互いに感謝の気持ちを持ち続けることも重要です。ツインレイとソウルメイトの関係は非常に特別なものであり、互いに感謝の気持ちを持ち続けることで、その関係を大切にすることができます。また、互いにサポートし合い、困難な時期を共に乗り越えることも、関係を深めるための重要な要素です。さらに、自己の成長と覚醒に焦点を当てることも重要です。ツインレイとソウルメイトの関係は、自己の成長と覚醒を促進するためのものであり、そのためには自己の内面を見つめ直し、より高次の自己へと成長する努力が必要です。ツインレイとソウルメイトの関係におけるチャレンジとその乗り越え方。ツインレイとソウルメイトの関係には多くのチャレンジが伴います。まず、ツインレイの関係においては非常に強烈な感情とエネルギーが伴うため、しばしば葛藤や対立が生じます。これらのチャレンジを乗り越えるためには、オープンなコミュニケーションと相互理解が不可欠です。また、自己の成長と覚醒に焦点を当て、互いにサポートし合うことが重要です。一方、ソウルメイトの関係においても、様々なチャレンジが存在します。ソウルメイトとの関係は、非常に深い理解と共感に基づいていますが、そのためには互いにオープンで正直なコミュニケーションが必要です。また、互いに感謝の気持ちを持ち続け、困難な時期を共に乗り越えることも、関係を深めるための重要な要素です。ツインレイとソウルメイトの関係におけるチャレンジを乗り越えるためには、自己の内面を見つめ直し、より高次の自己へと成長する努力が必要です。これにより、互いに深い絆を築き、関係を豊かにすることができます。まとめ、以上が、ツインレイとソウルメイトの違いについての解説です。ツインレイとソウルメイトの関係は、それぞれが非常に特別なものであり、私たちの人生において重要な役割を果たします。ツインレイの関係は非常に強烈で劇的なものであり、自己の成長と覚醒を促進するためのものです。一方、ソウルメイトの関係はより穏やかで安定したものであり、深い理解と共感に基づいています。ツインレイとソウルメイトの関係を見分け、深めるためには、オープンなコミュニケーションと相互理解が不可欠です。また、互いに感謝の気持ちを持ち続け、困難な時期を共に乗り越えることも、関係を深めるための重要な要素です。自己の成長と覚醒に焦点を当て、互いにサポートし合うことで、ツインレイとソウルメイトの関係を豊かにすることができます。この動画があなたのツインレイとソウルメイトの旅に少しでも役立てば幸いです。もし、この動画が気に入ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。また、ツインレイやソウルメイトについての質問や経験があれば、コメント欄でシェアしてくださいね。次回の動画もお楽しみに。ツインレイルームでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。